ボタニカリスティクスです。今日もピカ種紹介をやりたいと思います。今日はね、ここにいるこれ、ベンジャミン。で、僕がね、好きなベンジャミンの品種です。ヌダって言います。で、このピカス・ベンジャミナ・ヌダ。これの紹介をしたいと思います。でね、そうね、まずは最初に別で撮った葉っぱの映像をね、ここで挿入したいと思います。どうぞ。はい、これがヌダです。ツヤツヤしてます。葉っぱがツヤツヤしてるのはやっぱ若い葉っぱだっていうこともあると思うんですけど、もともとこの品種が持っている特徴でもあります。はい、ボサボサな感じですね。後で説明しますけど、こう、しだれてる感じ。これはね、あえてそう仕立てられているかも。あとはちょっとやっぱ若いんで、ペニャーってなってるっていうところでもある。曲がりです。で、気根が、結構しっかりワイルドな感じです。はい。こんな感じです。どうでしょう。ベンジャミンってもう本当にいろんな品種がたくさんあるけど、その中でもヌダはね、やっぱね、ちょっと別格でね、好きなんですよね。ヌダって園芸店、観葉植物屋さんとかで見ると、やっぱこういう大きいのが基本ですよね。で、高いっていうイメージはあると思うんですよね。だからかっこよかったんだけど、やっぱね、しかもその他のベンジャミンってネジネジでね、で、こう丸く可愛く仕立てられてるみたいなイメージあると思うんですけど、ヌダってね、なくはないと思うんですけど、僕はね、見たことないんだけど、そうやって管理された仕立て、あんまりね、見たことない。これはね、ちょっと曲がりで、そういう意味では管理されてるんだけど、多分ね、気根もすごいし、葉っぱもちょっとそういう意味ではボサボサ。で、このボサボサな感じがね、好きなんですよ。これがね、やっぱなんて言うんだろうな。そのワイルドさがすごいあって。で、葉っぱも、こうちっちゃくこう収まってるというよりは、ちょっと大きくて、ちょっと迫力があるというか、派手というか、なんていうんだろう、ちょっと豪快なイメージがあるんですよね。それがね、結構好きですね。力強さ、野生の力強さみたいな、そういったものをちょっと感じるんですよ。葉っぱの感じは、至ってシンプルっちゃシンプルですよね。ちょっと大きくて、長くて、このドリップチップも結構絶対について、長めの感じ。いい意味でも悪い、悪い意味というか、いい意味なのかな。可愛げがないというか、そういう感じも僕結構好きですね。で、これ、ボサだけど、ほんと気根もすごいし、まさにしだれガジュマルとはよく言ったものの、これもね、なんだかんだ仕立ててるのかな。ベンジャミンって、下に向いている葉っぱを切って剪定したりとかするんだけど、これ逆にね、上に向いてる葉を切ってってしだれてる感じを演出してるかもしれないね。実際にこの、カットのタイミングとこの葉っぱが出てきているタイミングで出荷されたものなんで、今生え揃ったって感じ。若い葉っぱがね。で、葉っぱの色ももうちょっと濃くなるかな。ただそのベンジャミンブラックほど濃くはならないけど、もうちょっと緑が深くなってくるかな。こんなもんかな。どうだろう。でもやっぱり若いかな。まだまだみずみずしい葉が多いかな。いい状態。かなり今、この紹介のタイミングかなり良かったです。かなりいい状態で、紹介できて、ここからまたね、どんどん濃くなっていって、色気というほどではないけども、力強さがもうちょっと出てくるっていうイメージですね。ベンジャミンっていうだけで、考察動画何本も撮れちゃうんだけど、そういうので、いろんなヌダの歴史とかその辺も話できたらめちゃくちゃ面白いんだけど、簡単にね、今日はね、皮下紹介ということで、一つの知識としてちょっと紹介したいと思うんですよ。ヌダってね、面白いんですけど、もともと独立種だったんですよ。で、フィカス・ヌダムっていう名前があったんですよ。1867年にミケルさんって、いつも出てくる植物学者さんですよね。僕が取り上げるということは、いろんなその学名の混乱を辿ってってそこにいるんですよ。ミケルさんって人が。ミケルさんがいつも間違えてるって言ってんじゃないですよ。ミケルさんはものすごい量の名前つけてるから、僕が指摘しているのが、その中にいくつかあるっていう話であって、別にミケルさんは間違えまくってる人っていうわけじゃないんですよ。ただ、このミケルさんがフィカス・ヌダムっていう名前でつけたんですよ。これはベンジャミンに似てるけど、ベンジャミンじゃないね。これは独立種だって言ってつけた。それで結局ね、1951年にバレットさんって人が、いやいや、さすがにこれベンジャミンでしょって言ったのよ。ベンジャミンの編集で、ヌダってヌダムっていう名前をね、ちゃんと
引用して、ミケルさんへのね、リスペクトもあるよね、もちろん。ベンジャミナ・ヌダっていう名前で、ベンジャミンに集約されたという一応歴史を持ってるんですよね。だから園芸品種とかじゃないよ。自然界の変種としてある品種ですね。そう。そんな感じですよ。なので、ベンジャミンにもいろいろあって、葉っぱの負の入り方がこうだからなんとかとか、そういったいろんな品種あるじゃん。葉っぱの色がとか。でも、ヌダは、パッと見すごいシンプルな感じなんだよね。緑で、普通の葉っぱ。ちょっと大きめの葉っぱではあるかもしれないけども、なんていうかどこが特徴的かって言われると、なんだろうね。ベンジャミンたくさん見てる人は、ヌダは特徴的だよって言えるのかもしれないけど、僕割とね、どっちかというとベンジャミン、僕、ヌダが結構好きなんだよね。だからベンジャミンといえばヌダぐらいの気持ちでいるから、僕の中ではベンジャミンの基準みたいなところにいるんだよね。今回ね、これ紹介するにあたっていろいろ調べた結果、そのフィカス・ヌダムっていうのがあるっていうのを知って、ベンジャミンとは別って言われてたぐらいなんだってちょっとびっくりしてるぐらいなんだよ。僕の中ではど真ん中ベンジャミン。ただやっぱ葉っぱがツヤツヤしてるっていうのは、これ一つの特徴なのかな。あとはたまたまこの力強さが理由ではあると思うんだけど、だからこそこの大型のタイプしかお店とかでも見ないのかな。そうですね。やっぱでも好きですね、ベンジャミンの中では。ベンジャミンちょっといろいろたくさんありすぎて、僕も手に負えてないんですよ。本当まだまだ知らない品種たくさんあるし、園芸品種とかになるともう無数にあるじゃない。だから、もっともっとね、勉強していろいろ紹介したいとは思うんですけど、で、ここで大好きなヌダの登場させました。はい、おっとっとっと。はい。今日はそんな感じで、で、またね、でも考察動画でベンジャミンたくさん取り上げたいなと思うんですよね。あれがこうなって、この子供がこうでとか、そういうのも全部並べて説明できたらいいなと思うんですよ。それこそね、ちょっと今止まっちゃってますけど、フィカス診断っていうアプリ作ってますけど、フィカス診断じゃなくてもベンジャミナ診断みたいなのもね、やりたいぐらいベンジャミンって無数にあって、ベンジャミンのいろんな品種で性格診断みたいなのできたら面白いなとかちょっと思ってたりするんですよね。手に負えないかな。いろいろやることあるんで、暇じゃないんで、それはやらない。で、今日はね、フィカス紹介ということで、ベンジャミナ・ヌダやらせていただきました。はい。今日はこんなところで。はい。じゃあまた。